いやー、テキサスに戻ってきました。どうもハイログラフィーのヒデです。いやー、テキサスに戻ってきました。ですね、本来なら今イタリアかなの旅行の最中で、ボローニャとか、フローレンス、それからトリノですかねに旅行してるはずだったんですけど、僕のツイッター見てくれてる方はご存知かと思い、オーマイグッドネス、セミがいまして、気持ち悪いそうだったんですけども、ですね、まず僕テキサスに25日に出発して26日までボストンに滞在しました。でボストンから、バルセロナに26日の夜のフライトで行くはずだったんですけども、でフライトもねちゃんと最初順調に、スタートして、で僕ちょっと眠たくなってしまって飛行機の中で寝てたらケイトが、肩をポンポンと叩いて1時間ぐらいですかね、なんか機長のアナウンスで飛行機がボストンに戻りますと、なんかエンジンのトラブルで、戻りますということでアナウンスがあった瞬間に飛行機がものすごい揺れてですね、皆さんすごい発狂して阿鼻叫喚な飛行機内だったんですけど、そのまま無事に戻ってバルセロナに行けるんだろうと思ってたら、そのままチェックインカウンターまで戻れと言われて、でチェックインカウンターに戻ったら新しいチケットでも発行してくれるのかと、予想してたんですけど、ディスプレイに表示されている電話番号に電話しろと、それだけの案内で、じゃあ電話をしてみると、全然つながらず、つながったと思ったら今度はその電話先の相手が言ったのは、チェックインカウンターの人間しか新しいチケットの発行する権限がないので私たちは何もできませんと結局そのねたらい回し、もうその時点で夜中の1時だったので、もうみんなヘトヘトでね、僕たちももうこれはホテル行くかどうしようか迷ったんですけど、結局、空港にとどまってないとその次のチケットが本当に発行されるかどうかっていうのがもうわからない状況だったので、ホテルに行ってしまうともうコンタクトを失ってしまうので、これは空港で粘ろうと思って、ボストンの空港で結局一晩過ごしました。で夜中の3時ぐらいにはもうチェックインカウンターの人もね帰ってしまって、僕たちはもう完全に空港に取り残された状態でしたでね、朝になってもチェックインカウンターの人は戻ってこない、電話の人間も対応しない、何度かかけてやっと、ちょっと誠実な人に話したんですけども、次の飛行機は7月5日、その時点で6月27日だったので、8日間先の飛行機しかないと言われました。じゃあボストンに8日間とどまるには、ボストンに結構ホテル周り高いんですよね。300ドルから500ドルするんですけども1泊。じゃあそのホテル代は誰が出すのって聞いても、いや私たちは何もできませんと。また電話何度かかけても、他の人にも当たったんですけど、その人はまた別のオファーを出してきて、明日の飛行機があるよと、28日だけどキャッシュで3000ドル払ってくれって言われて、考えられないですよね。もう僕も諦めて、結局ボストン旅行を楽しんで、もうテキサスに一旦戻って、一応バケーションは7月の中頃ぐらいまで取ってあるので、またヨーロッパちょっと短期間行ければいいかなということで、一旦ダラスにこうやって戻ってくることになりました。ケイトも本当に大変だっただろうけど、すごく
我慢してくれて、一緒に空港朝まで滞在して、でそっからもうちょっと虫がすごいテキサス。一番重要なのは2人とも健康で無事に戻ってこれたということで、それが一番重要ですね。であとボストンめちゃくちゃ楽しかった。ボストンって本当に歴史の深い街で、アメリカがイギリスから独立するときに皆さん教科書で見たことあると思うんですけども、ボストンティーパーティーですよね。光を成した人たちが紅茶を海の中に投げ捨てて、行くっていう、その独立の機運が高まるきっかけになったイベントですね。それがボストンで、本当に歴史の深い街で、かといってすごいビジネス街は本当にビルがたくさん、綺麗なビルがたくさん並んでいるその中に当時の教会だとか、古い建物がもうそのまま残っていて、なんかこう新旧がこう織り交ざったような本当に美しい街でした。テキサスも本当にいい街なんですけど、テキサスとは違った良さがありましたね。虫が喉に入ってくる。いやみんなも、この夏何か旅行計画されてますでしょうか。こうやって突然いろいろキャンセルとかに遭うと本当にかなりのダメージなんですけど、ちなみに今回、僕の旅行はアメリカの、チェイスという会社が発行しているクレジットカードで、チェイスサファイアリザーブっていうクレカがあるんですけど、年間550ドルだったかな、600ドルかの年会費で結構高いんですけど、すごいのはいろんなインシュランス、保険が組まれてるんですね。例えばフライトが突然キャンセルになった場合、1人当たり500ドルのサポートがあります。ですのでそれを使って、2人で1000ドル分ですね、ホテルとかの取ることはできます。食事も含めてですよね。それでできる限りカバーしたいんですけども、はいという感じで、皆さんもいろいろ旅行にはアクシデントがつきものですけども、どんなことがあってもね、必ず悪いことがあると後からいいことが絶対ついてくるというか、必ずそれが転機になって、もっともっといいことがっていうのは僕の人生の経験上本当にそういうことが何度もあって、ある国ではですね、僕一回誘拐に遭ったこともあったんですけど、それもすごくいい経験になって、すごい人生の転機になったんですよね。僕こうやって今体すごい鍛えてるんですけど、それも実はさらわれたことが一回あったのが、あったんですね。で体をもっと鍛えようというふうにその時から決めて、いろいろマーシャルアーツとかやったりしてます。他にもですね、僕はアメリカに昔いて、突然ですね僕のビザが、もう更新できないと言われて、もう絶望でですね、その時はですね、恥ずかしながら車の中で一回泣いたこともあったんですよね。だけどそれがきっかけで僕メキシコに住むことになって、そこで3年間過ごしたんですね。そこで今のこのケイトとも出会ったり結婚して、でアメリカにグリーンカードを取って戻ってくることができたり、全て悪いことがあるっていうのは、人生の大きな転機のきっかけなんですよね。それを力にして必ず次のステップに進めるっていうのはもう経験済みなので、僕はもう全くこんなヨーロッパ旅行をキャンセルされただけでへこみません。次に向かって進んでいきたいと思いますので、皆さんもね、これから夏旅行されるとか、いろいろあると思いますけども、前向きに楽しんでいきましょうね。ね、ケイト。そういうことで、この
暑いテキサスにまた戻ってきて、また力を養っていきたいなと思いますので、また皆さんお会いしましょう。今日はこんな動画になりましたが、ありがとうございました。で、それではまた失礼します。ハイドグラフィーのヒデでした。バイバイ。バイバイ。